今回は、ロマン溢れる無限アタックコンボの変遷について、見ていきたいと思います。おそらくカードゲームをしたことのある人で考えなかった人は、いないと言っても過言ではない、シンプルかつ減点です。相手に攻撃してゲームを終わらせることができるにもかかわらず、しっかりと場のクリーチャーを独自の効果音とともに、すべて殴り倒してから満を持してとどめを刺している子供たちを、微笑ましく見守っていた記憶が蘇ります。ソリティアでループを回して特殊勝利するよりも、自分のお気に入りのクリーチャーに無限攻撃させたりと、すでに推しという概念を子供の頃から養っていたのかもしれません。ちなみに条件が揃えば何回でも攻撃できる状況にあれば、すべて無限アタックコンボとして扱っています。過去のコンボから現代のコンボまで、独断と偏見で選出しました。懐かしいなと思えるものから、こんなのもあったっけと、記憶の彼方に言っていたもの、そして今ではこんなカードも出てるのかと、新旧楽しんでもらえればと思います。TM8 で登場した光文明のクリーチャーです。自分の他のクリーチャーが相手のシールドをブレイクした時に、連動して付与されるターボラッシュ効果を持っています。ターボラッシュ発動時にこのクリーチャーがシールドに攻撃して、ブロックされなかった場合、このクリーチャー以外の、自分のクリーチャーを全てアンタップできる能力を持っています。メタルコックのタイマーや鳥貝やキングダムゲオルグなど、自分のクリーチャーを攻撃時、または攻撃の代わりに、アンタップできる能力を持っているクリーチャーと合わせて、ソーラーグラスを何度も起こしては殴るという、無限アタックが可能でした。ちなみにこのカードが登場した当時はまだ無限アタックに、対応できるクリーチャーがいなかったのですが、TM16 でメタルコックのタイマーが登場したことで脚光を浴びた1枚です。スターライトツリーだけに。おそらく無限アタックと聞いて一番最初に思いついたカードが、この1枚という方が多いのではないでしょうか。TM9 で登場した非文明の1コスト呪文で、対象にしたクリーチャーがバトルに勝つと、アンタップする効果を付与できるというもので、アンタップされているクリーチャーを攻撃できる能力を呪文ないしは、もともと持っているクリーチャーと合わせて使います。同弾で登場したフルコマンドという呪文と相性が良く、コストも3と低かったので多くの人が使っていました。また、ホーリースパークなどの全体タップ呪文と一緒に唱えて、自分のクリーチャーでひたすら殴り倒していくといった使い方もできました。上流バジュラを使って場もマナゾーンも焼け野原にした挙句、カーストーテムでしっかりとトリガーケアまでして、完封勝ちしたせいで友達に嫌われたのは良い思い出です。その後も DM11 で登場する崩壊と灼熱の牙と合わせたコンボや、強力なアタックトリガーを持つカードたちと組み合わせたりと、割と長い間使われたカードだと思います。以降は無限小の効果を内蔵したカードが登場したことにより、今ではほとんど見かけませんが、確実に一世代を築いた1枚と言って良いカードです。TM21 で登場したアークセラフィムのクリーチャーです。6コストの光文明で、アタック時に、自分の場のセインとヘッドを全てアンタップする効果を持っています。聞き慣れない種族に親しみを込めてザビエルと呼んでいた。学生のセンスに脱帽した記憶があります。前段で登場したびっくりイリュージョンと合わせて、このカードにザビ、セインとヘッドの種族を追加することで、このカードの攻撃時に自分の能力で再度起き上がる、という無限アタックが可能となっています。TM24 で登場した光文明の大型クリーチャーで、11コストとかなり重いですが、パワー1万、1000と、スピードアタッカーに加えて、バトル勝利時に、自身をアンタップできる最初の無限小持ちクリーチャーです。多分、単体だとただの大型スピードアタッカーということで、無限アタックをするためにフルコマンドを採用して、頑張っていた気がします。とはいえイラストの格好良さと、相まって、使いたがった子供たちは多かったと思います。TMR4 で登場したアーマロイドですね。このカードは攻撃時に手札から多色カードを捨てることで、自身をアンタップできる能力を持っています。自分のマナゾーンに人水文明のカードがある状態で、ご機嫌シャウとキャロルと組み合わせると無限に、攻撃ができてしまうお手軽コンボです。マンモス自体もそこまでコストが重いわけではないので、キリモミやマーラシなどと一緒にいきなりゲームを終わらせるポテンシャルを持っています。自然のコマンドに侵略を持ったダブルブレイカー持ちの自然文明クリーチャーです。このカードの面白いところは、攻撃後にこのカードの一番上のカード、基本的にはこのカードを手札に戻せるという能力を持っている点です。侵略とバウンス、もう勘の良い人は思いついちゃいますよね。はが、の錬金術師も言ってます。
勘の良いガキは嫌いだよと、怒涛桃天四角と組み合わせると、公式の裁定によって、攻撃後にフォックス3が剥がれて出てくるクリーチャーは、タップされて出てくる扱いになり、なんと天四角の効果で、アンタップされちゃうんですよね。初見でこれを食らった人が、桃太郎はそんな不意打ちせんやろ、と言いながら、ワンショットされているのを見て笑いを必死に耐えてました。DMRP15 で登場した月光王国からの刺客です。自分のカードがシールドゾーンから離れた時に使える能力、お仕置きムーンを持っており、好きなクリーチャーをタップ、または、アンタップすることができます。某セーラー服軍団との関係が気になるカードです。飛べない翼、それは落ちた獣と組み合わせて、シールドを山札とぐるぐる交換して無限アタックが可能となっています。各4コスト、2コストと軽量なので、シールドトリガーや、攻撃阻害系のカードに止められない限り、無限に相手をしばけてしまいます。好きに代わってお仕置きよ、と言いながら、ワンショットを決められた友人が残した言葉は、せめて美女に止めを刺されたかった。干からびたミイラではなく、でした。イラストって大事ですよね。その後も何度かワンショットキルを食らった友人は的を変えて、どっかの VK バンドの曲名みたいなやつを目の敵にしてました。なんと、ジャコン王ナーガの登場から早16年、やっと登場した新規のナーガで、力を貯めていたのか、強力な効果を持っています。攻撃時に自分の墓地からコスト3以下のクリーチャーを、3体まで召喚できるというもので、悪用できそうな匂いしかしません。無限アタックをするためのパーツは、奇跡石金と、ダーマブポイズの2体です。墓地から出てきたブポイズの効果で石金と自身を選ぶことで、石金のツインパクト呪文をラストバーストで唱えて、ナーガをアンタップできるのでループスタートです。無限アタックに加えて、相手のクリーチャーもおまけで壊滅させられる、凶悪コンボです。コスト3以下という縛りはあるものの、複数、それも墓地から召喚できるって、悪さしかしませんよね。このコンボを知らず、ナーガを雑魚呼ばわりしていた子供に、実戦で教えてあげたら、蛇に睨まれたカエルのようになっていました。少々大人げなかったと反省しています。闇文明、4コストのレクスターズです。攻撃時に墓地からコスト4以下のクリーチャーを出せる能力を持っています。リアニメイト能力持ちですから、もちろん悪いことしかしません。墓地に、嵐スラッシュシスターといったアンタップ効果を持った、コスト4以下のクリーチャーがいる状態で、100発人形マグナムとムカデを用意するだけで無限攻撃になります。ムカデのアタックトリガーで出てきたシスターをひたすら、マグナムで墓地にを繰り返してムカデをアンタップ、を繰り返すんですね。ギャングつながりで、ジョジョ6部のゴールドエクスペリエンス、レイクイエムを唱えながら無限アタックしていた黒歴史をお持ちの方は、ぜひご連絡ください。同志です。ちなみに無限アタックの時点で、スタープラチナのごとく、心の中でオラオラしてるのは内緒です。話が脱線してすみません。実はもともとエイプリルフールネタで召喚された存在しないカードだったのですが、後にテキストやコストのバランスに調整が入った状態で、実際にカードとして登場した異例の1枚です。狂気67号アゴクイと組み合わせることで、理論上無限に攻撃が可能となります。あとは、どのジョーカーズクリーチャーも可愛いと、言い張るメンタルさえあれば準備完了です。ジョラゴンの攻撃時に、可愛いジョーカーズを下に入れつつタップすると、アゴクイの効果が発動します。ジョラゴンが破壊されそうになった時に、下に入れたジョーカーズを墓地に送ることで破壊を免れます。この時墓地に送られたジョーカーズの、出た時効果を使用できるので、クリーチャーをアンタップできる、能力を持ったゲラッチョ男爵やオッケーブラザーズを仕込んでおくと、再度ジョラゴンが攻撃可能となります。アゴクイの効果でワンドローもできるので、下に仕込むカードも引き続けられればつきません。ちなみにイモータルブレードをジョラゴンにクロスしておけば、ドローに左右されずに無限アタックすることが可能です。いかがでしたでしょうか？そんなカードもあったっけな、というものや、懐かしいカード、そして現代のコンボを紹介してきました。無論、他にも多くの無限アタックコンボが存在しますので、このコンボも紹介してほしいという方は、ぜひコメント欄にて教えてください。無限追加ターンによる実質無限アタックや、攻撃時の次回と召喚を無限に繰り返せるループなど、色々なパターンもあるかと思います。今後も新しいカードの登場により、さらなる無限アタックコンボが増えることを期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様のコメントお待ちしております。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。